どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの最新アップデート情報ということで、今回のアップデートで追加された新しい戦闘コンテンツの概要や新ヒーロー、そして、既存ヒーローの調整などについての攻略をやっていこうかなと思います。今回のアップデート、簡単に言うと、新時代の幕開けです。新ヒーローの追加によって、ジュリア最強時代と、スキルダメ至上主義時代にメスが入りました。もう彼らは、もう今後、大活躍間違いなしで、今回のアップデートを、しっかりと、認識することで、育成などで、有利になること、もう間違いなしだと思いますので、ぜひ、最後までご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけど、ついに、新しい戦闘コンテンツということで、ジェネシス戦争が、来週より開催されます。ちょっとまだ、詳細はできってないんですけど、これまでのアイランドでは8同盟。諸島では20同盟から30同盟が、一つのマップで戦うような、感じだったと思うんですけど、今回のマップは、もう128同盟が、一つのマップになるんですよね。なので、もう超大規模な戦いになるのかなと思います。もちろん、一つの場所で128同盟返すわけじゃないと思うんですけど、この全体のマップで128同盟いて、どんどん中央に行くにつれ、その同盟が絞られていく。で、そして最終的には、一つの同盟が勝ち残る。そのような、もう超大規模な戦いになるのかなと思います。で、報酬についても、これ上位体の方が、美味しくなるみたいなので、そのあたりは、少し改善されて、良いのかなと思うんですけど、良くなっても、費用対効果で考えると、別に上位体の方がいいっていうわけでは、これ全くないので、そこは置いておくにしても、このイベントは、おそらくなんですけども、もうこれまでより、クロスサーバー間の、同盟関係が重要になります。単独で強くても、圧倒的な数には抗えないのも、また一つ事実で、このジェネシス戦争の最高ランク帯での勝者が、その時の、このゲームの覇者になると思いますし、もう大激闘だと思うので。これルールを見てる感じ、アイランドとかだと、最終的に、その場所を保有してる、同盟だったり、派閥が勝者になると思うんですけど、これ、継続占領によってポイントを獲得したりして、そのポイントによって、勝敗が決まるものとかもあるようなので、かなりね、その最初と最後だけ盛り上がるのではなくて、その戦闘期間中ずっと盛り上がれるコンテンツになるのかなと思ってます。ジェネシス戦争については、ちょっと詳細が出たら、また、解説させていただこうと思いますので、そちらまたぜひ、ご視聴いただけると、嬉しいなと思うんですけども、一旦ジェネシス戦争については、置いておいて、新ヒーローの追加についても、こちらは後ほど、詳しく、解説させていただこうと思うので、一旦、スキップさせていただいて、
この3番目のジェムモールのジェムボーナスについては、初回ジェム増量のやつですね。こちら、リセットされてますので、リセットされて、再度増量されてるんですけど、これ、最大5倍増量のやつではないので、まあ、正直、やんなくて良いのかなと思います。で、次に、リンの、強化になるんですけど、リンのレイジスキルと覚醒スキルが強化されました。攻撃されている時に、上昇する、ボーナスダメージが上がっていって、覚醒スキルの攻撃されている時に、被ダメージが減少する効果が、さらに増加しました。10% 減少ということで、もうかなり強くなったのかなと思います。で、ちょっと今回、まだ私ラッキールーレット、引いてないので、まあ、引いていこうかなと、思うんですけど、まあ、ちょっと回しながら、まあ、この強化来たからといって、まあ、どうなるのかということについて、まあ、少し、お話しさせていただければと思うんですけど、まあでも正直言って、この強化が来たから、射撃1部隊にするときでも、リンを採用するということは、正直ないです。あくまで、これまで通り、射撃2部隊にするときの、ジュリアを活用するための要因として、リンは使っていきます。もちろん、今回の強化、結構大きくて、強くなったことは間違いないんですけど、かといって、これで、チュン、ルイ、ジュリアに肩を並べられる性能になったかと言われると、それは正直全然そうじゃないんですよ。まあ、本当3人って別格なので。今、このラッキールーレットで、リンを取るか、ジュリアを取るか、チュンを取るか。迷われている方もいらっしゃると思うんですけど、間違いなく、まずはチュンで OK です。もしくはジュリアです。野戦をするんだったら、本当にチュン強いので、まずはチュンを育てて、その後に、ジュリアを育てて、その次に、射撃、2部隊にするときに、するとなったときに、リンを育成していただくのが、良いのかなと思います。で、まあ、そんなところなんですけど、まあ、今回ちょっとどうしようかなと迷ってて、ジェムもね、なんやかんや、毎月、招待スキンと、あとはなんだっけ、パーツの材料の、ブラッディブランデーと、ビップショップでなんやかんや、時短と並走追跡装置買ってたら、毎週コンスタントに4万ジェム以上飛んでいって、スキンルーレットと、パーツで30万飛んでくんで、ちょっとリンで無駄遣いはあんまりしたくないんですよね。前より、今やんなきゃいけないのって正直、乗り物の、装置の、改造とかになるので、改造というか、T3 の解放ですね。そっちとかになるんで、並走ばっかりやってた頃よりかは、ジェム、まとも、少し余裕出てきてるんですけど、言うてね、消費量やばいんで、ちょっととりあえず、45で一旦、リンについては止めておいて、まあ、レジカケラとかで、私は上げていこうかなというふうに思ってます。まあ、リンもね、覚醒させたいんですけど、まあ、も覚醒はさせるんですけど、まあ、そんなめちゃめちゃ焦んなくても良いかなというのは、ないわけじゃ個人的に、
そんな焦んなくても良いかなとぶっちゃけ思ってるんで、とりあえず45で、いいね、2倍は。で、ここで2倍の時に10枚とか来たらね、めっちゃ嬉しいんですけど、そもそも、今回は10枚なしということで、残念なんですけども、引いてる回数が少ないので、仕方ないのかなと思います。では、輪については、置いておいて、次に、舞台スキンの追加ですね。ワスプハンターというスキンが、追加されたんですけども、こちらのスキンですね。見た目は置いとくとしても、こちら、舞台スキンチケットに、なりますので、結構お値段するので、どうしても欲しい方は、取っていただくのが良いのかなと思います。で、そして次に、乗り物システムの最適化ということで、ワークショップに生産施設が追加されました。で、ここで、乗り物の強化に必要な素材を、入手することが、できるようになったんですけど、こんな感じなんだ。そんなに多くもらえるわけじゃないんですけど、コツコツやっていけば、塵も積もればなんとやるという話だと思いますので、コツコツやっていただくのが良いのかなと思います。で、また、今回のアップデートで、装置の、ティア別のバフ上限などが、見れるようになったんですけど、これ、やっぱり T さんやばいですね。ティアさんのレベルマックスで、各ステータス 37.5% 上がるのって、これやばすぎるんですけど、そこまで上げるのに、何百万とかの世界になるので、これは本当に、無理せず、コツコツやっていくのがいいんじゃないかなと思います。で、アップデート内容には、これ書いてなかったんですけど、結構気になっている方も多いであろう、マッチングに使われている戦力値。これ、最大値なのか、そのマッチングした時の、現在の値なのか。これいろんな説あったと思うんですけど、もうこれは、答えが出て、最高戦力に準じる形になってます。なので、これ並走外しても、ほぼ確実に、これ意味ないですね。乗り物だけ最高戦力に紐づいて、並走とかヒーローは最高戦力に紐づかないっていうことは、正直考えづらいので。今後、イベントごとに並走を外す必要はなくなったのかなと思います。で、こちらの乗り物なんですけど、もう一つ追加があって、ディッキーのアーマーですね。これ、もともとなかったんですけど、今回追加されました。もうこれを、かなり忘れがちだと思いますし、私も最初気づかなかったので、忘れずに装着していただくのが良いのかなと思います。どちらも上昇値としては 2% になりますので、歩兵と騎兵、好きな方ですね。選んでいただくのが良いのかなと思います。そして、アップデート情報に、戻って、荒野のチャレンジの、最適化というのが、あったんですけど、これはおそらく、ランキング報酬に、修正が、来たのかなと思います。ただ、荒野のチャレンジが来ないことには、詳細わからないので、これは一旦置いておいて、良いのかなと思います。
で、そして、秘密の武器庫に、ウィッシュリストが、追加されましたということで、今の秘密の武器庫だと、一つの回につき、武器と、バックパックみたいに、二つの部位がピックアップされてたと思うんですけど、その中でも、欲しいものを選んで、引きやすくなったのかなと思います。なのでこれは、いいアップデートですね。そして、では最後に、新ヒーローの解説をやっていきたいと思うんですけど、もう二人ともめちゃめちゃ強いです。もうこの二人、もうかなり優劣つけがたくて、汎用性だとフェリックスなんですけど、環境への影響度だと圧倒的にチェイシーなんですよね。なので二人とも非常に重要なんですけど、まずはフェリックス。彼は基本攻撃のダメージに特化したヒーローで、レイジスキルが普通に優秀で、覚醒させると追加の基本攻撃ができるっていうのが、もうめちゃめちゃでかいですね。優秀なレイジスキルに火力アップと移動速度アップを、持っていて、覚醒スキルで手数も増やせる。エレナのように、純粋に、スペックが高いヒーローで、何かに特化してるわけではないんですけど、もう総合値としてめちゃめちゃ優秀です。基本的には、エレナか、これからご紹介するチェイシーとの組み合わせが、主で、今後大活躍間違いなしのヒーローになるのかなと思います。では次に、チェイシーになるんですけど、ついに、もうジュリア・ラリーの対策ヒーローが実装されました。もう彼女、射撃部隊から受けるスキルダメージを軽減させて、沈黙効果を食らった時に、半分の確率で、1ターンに2回基本攻撃できるんですよ。もう完全にメタリに来てますね。ここまで露骨にやるかというところではあるんですけど、もう本当に沈黙効果強すぎるんで、妥当といえば妥当ですね。唯一、ジュリアと真っ向勝負ができるヒーローということで、彼女を使った騎兵駐屯の時代が来るのかなと思います。で、彼女の相方については、選択肢多くて、今回実装された新ヒーローのフェリックス。そして、火力型駐屯ヒーローのビクター。もしくは、マルチラリーを受けることを考えると、騎兵駐屯であっても、ジェイコブの採用も、これ、個人的にありだと思ってるんですよね。で、このあたりの話については、チェイシーの詳細解説で、詳しく、お話しさせていただければと思うんですけど、彼女もフェリックスもめちゃめちゃ強いヒーローで、もうこれまでって、スキルダメージこそ正義という感じだったんですけど、基本攻撃ダメージを底上げしていったり、基本攻撃時のボーナスダメージを獲得したりということで、もう新時代の幕開けを感じさせてくれるのかなと思います。もう彼らの追加によって、駐屯だけではなくて、野戦の構成についても、今後再度、検討する必要があるのかなと思います。で、彼らについては、入手可能になった後に、詳細解説をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらも、ご視聴いただけると
嬉しいなと思います。で、また、こちらに関しては、アップデート情報ではないんですけど、生配信を始めようと思ってます。前から迷ってたんですけど、戦ってるところは、やっぱり録画じゃなくて、生の方が面白いと思いますし、このゲームのご質問なども、そちらでお受けできたらなと思ってます。何日からとは、まだ明確に、決まってないんですけど、来週のジェネシス戦争には、間に合わせたいと思ってまして、日時が決まったら、また、告知させていただこうと、思ってますので、ぜひお越しいただけると、嬉しいなと思いますというところで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。